カブじいさん。はい、すがすがしい朝を迎え、ルンルン気分で裏道を走ってましたら、とんでもない事態になります。ツーリング続けられるのか？ 2023 年北海道ツーリング最大のピンチ訪れる。どうするカブじいさん。おはようございます。カブじいさんです。今ね、まだ早朝4時半です。トイレに行きたくなってね、目が覚めちゃいました。気温は15度し、あったかいですね。まだ外はね、真っ暗ですね。東の空も少し白んできたところです。テントの中でうとうとしてたら5時15分になりました。そろそろ活動を開始しようと思います。明るいですね。朝一番このテントのねジッパー開けて外を覗く瞬間、空がどんなかなって覗く瞬間、ここが楽しみですね。北海道ツーリング4日目の朝、秋の空ですね。すごい爽やか。東の空が白んできました。テント泊のルーティンですね。まず朝一番はお湯を沸かすと。今日の朝食はテレビでコマーシャルやってるおわんわーのどん兵衛バージョンですね。そしてコーヒーの準備しますね。今まではねフリーズドライの粉コーヒー飲んでましたけど、今回はね奥さんが持ってきなさいって言ってね、このドリップコーヒーいっぱい持ってきてます。ちょっとゴミが出ちゃうんですけどね、やっぱ美味しいなって最近感じるようになりました。で、おわんわの麺だけだとちょっとボリュームが足らないんで、このオートミールでねちょっとボリュームを増します。お隣の同い年のライダーさん、寒いみたいで革ジャン着込みましたね。はい、麺が食べられるようになればね、ぼーっと景色を見てコーヒーいただきます。朝のコーヒー最高ですね。お隣の超優しいライダーさん、遠くを見つめてぼーっと黄昏れてますね。はい、朝食できました。おわんはいただきます。これお隣さんがくれたキャラメルです。優しいですね。このキャンプ場は水場が完備してますんでね、こうやって食器はすぐね洗いますね。朝のキャンプ場の雰囲気いいですね。皆さんどんどんね片付け始めてますね。私もそろそろ片付け始めます。と言っても今日どこまで行くって目標がないんで、なんかのんびりゆったりね過ごしちゃうんですよね。水辺際の方がいいですよってお隣のライダーさんが教えてくれた意味はこういうことですね。水辺側の方が稜線から上がる日がすぐ差すんで、夜露で濡れたテントとかシートとかバッグ類をすぐ乾かせるんですよね。夜露に濡れたテントやバッグやシート類はそのままですと傘も重量も増しちゃうんで、早く乾かすってとっても大事なんですよね。フライシートと接しているこういうテントポールも水分で濡れてますのでね、拭き取ります。お隣さんに今日どこ行くんですか決めましたって聞いたら、東の方根室でも行くかななんて言ってました。お隣さんはもう出発の準備できましたね。では気をつけて、さよなら。いってらっしゃい。はい、私も9時前ようやく出発準備できましてね、これから忘れ物ないかね、周りを見てゴミもないか見てね、出発しますね。ハンちゃんに火を入れてエンジン OK ですね。よっこらしょとまたいで、はい、それでは出発です。そうそう、網走湖の看板の前で写真撮るの忘れてたんでね、まずそこへ行きますね。で、ここで記念撮影しました。カブじいさんを悲劇が襲う。今日は北海道ツーリング4日目、網走湖を出発しましてね、内陸西の方へ走っていこうと思ってます。初日新千歳空港を出発してからの2日目3日目の動画は概要欄にリンクを貼ってますので、そちらをご覧くださいね。今国道240号線で女満別まで来ました。道が一直線ですね。今日も幹線道路ばかりを走ってると面白くないのでね、このいかにも北海道らしいちょっと幹線を外れた脇道で走っていこうと思います。この脇道を走る癖がこの後とんでもない結果になるとは、この時はまだ知る由もありません。この地平線向こうまで広がる牧草地帯、最高に癒されますね。
でですね、このようにだんだんと道がトラクターのタイヤでねボコボコに荒れている、ちょっとね状況が怪しくなってきました。で今360カメラをねこのようにねスイッチを切ろうとしてるんですね。頻繁にカメラをいじるんですけど、うまくスイッチを切ることができなくて、こうやってね走ることに集中せずにね気が散ってるんですよ。でこの後とんでもないことが起きるんです。路面がさらにぬかるんできている中、カメラを切ろうとした次の瞬間、ぬかるんだ轍に前輪を取られて転倒してしまいました。やっちゃったな。コンディションの悪い路面にもかかわらずね、カメラなんかいじってるその不注意と気の緩みで転倒してしまいました。やっちゃったな。さらに気が動転していてね、荷物を積んだままカブを起こそうとしたその時、ギクッときまして腰やっちゃったんですね。激痛が走りました。あかんと思いました。あかん、このあかん。出た。そんなことよりももう痛くてね、荷物全部下ろして起こしてこれから出発です。でね、気が張ってるもんだから腰多分相当痛いんだけど、まだ気がついてないんですよね。かなりやばいってことで、来た道を戻ってね、舗装路へちんたら戻ってるとこです。もうほんとね、あんなねカメラなんかいじってるようなそういう状況じゃないんですよね。舐めてました。でね、だんだん落ち着きを取り戻しつつ走ってるとこです。たまたま草ぼうぼうの場所だったので、バイクには傷一つなかったことと、他の自動車や自転車、バイク、歩行者さんがねいない場所だったので、ご迷惑をかけなかったことが不幸中の幸いでした。あかん連発カブじいさん。バイクの前方に出していた360カメラもね壊れずに OK でした。でこういうね踏切とか段差越えるたんびにね腰に響くんですよね。でね、腰の痛みがだんだん身に染みてきて、これは湿布を貼ろう、とりあえず湿布貼ろうってことで、この美幌町でね薬屋さん探すことにしました。国道沿いにねこの生田薬局さん見つけましてね、おら生田薬局へ行くだ。おばちゃんに状況を話したら、それはあかんよって言ってね、湿布をね腰に貼ってくれました。親切ですね。湿布を貼りましたらね、腰はだいぶ楽になったんですけどね、いや病院行かなくていいのかなとか、今日どうしよう、どこで寝ようとかね、なんか考えがねまともに考えられずにね、この北の大地の風景見ながらぼーっと走ってました。遠くのね雲見て、あの雲カエルみたいだなとかね。納車早々にカブで転倒したことがあって、その時は空積載だったんで楽勝でカブを起こせたんですよね。それで気が緩んでました。腰が痛いもんでスピード出せなくてね、50キロぐらいでゆっくり走りながら陸別町まで来ました。この枯れ草ロールやトラクターのねある風景に癒されながら、50キロでチンターラ走ってるとさすがに後ろから車にごぼう抜きされます。こんなね呪いバイク迷惑ですよね。鹿注意の看板多いなと思ってよく見たら、目の前に鹿がね現れましたね。いや危ないですね。ボケっとしてるとまた事故を起こしそうです。今ね陸別町へ入ってきました。陸別町は日本で一番寒い町として有名なんですよね。道の駅陸別へやってきました。陸別町は日本一寒い町が観光の目玉になっていて、寒さに関する研究、芝れ技術開発研究所なんていうのもありましてね、私が住んでいる埼玉は熊谷。ここは日本一暑い場所として有名なので、それとは対極の場所になりますね。昔、ふるさと銀河線という鉄道が走っていた時の陸別駅の跡地を利用していて、今はなんと気動車、ディーゼル車の運転を体験できたりするとても貴重な施設なんですよ。ここは高倉健主演の映画
幸せの黄色いハンカチにも使われたんですね。昼時になりましたんで、近くのコンビニで昼食をね、仕入れようと歩いてましたら、コンビニの駐車場にこのショーベルカーが止まってて感動しました。さすがは日本一寒い街だけのことありますね。お昼はセイコマートのホットシェフの熱々の唐揚げとこのあったか鮭おにぎりいただきました。すごい美味しいです。ちょっとね、腰が痛くて参ったなーなんて思いながら食べてるとこですね。かぶじいさんチャンネルは、還暦を過ぎた私かぶじいさんがクロスカブとの出会いで人生が変わったをメインテーマにツーリング、キャンプ、ハイキング、登山、旅行、様々な道具、そして人生のお話などなど何でもありのゆるいチャンネルです。よく噛むのがたまに傷ですがドンマインド。チャンネル登録、高評価にコメントもどうぞよろしくお願いします。コンビニのすぐ隣のね、ガソリンスタンドで給油しました。今回の燃費はリッターあたり49キロでしたね。まあだいたい約50キロ、誤差の範囲ですね。はいよっこらしょと。乗った状態でね、センタースタンドを外すのもね、ちょっと腰が痛いんでちょっと辛い状況で出発します。歩道との境のね、段差があったり、あとこの道路の目地ありますでしょ、この継ぎ目みたい。これがいちいち腰に響くんですよね。でちょっと辛くてですね、立ち乗りしたりして腰へのね振動が来ないように乗ったりしました。相変わらずの50キロ低速走行なので、もう車にねどんどん抜かされますね。北海道の道は時にね単調で退屈なもんですからね、遠くの雲を眺めて、あれあの雲単調鶴に似てるなぁなんてね、そんなこと考えながら暇つぶしで走ります。カレクサロールの黒白まだらの色の意味、視聴者さんが教えてくださいました。色を変えることで草の発酵速度が変わってですね、牛に餌をやるタイミングを微妙にずらすことができるそうだそうですね。すごい知恵ですね。はい、道の駅足寄に到着しました。ここはね、ふるさと銀河線が廃線になった後のね、足寄駅を再現しています。とても味のある建物ですね。松山千春さんの出身地でもあってね、この道の駅の中にはその特設コーナーもあるんですね。はい、道の駅で少し休んだ後、ちょっとね腰の痛みもありますし、今日はあんまり長く走れないなと思いまして、以前からちょっと行ってみたいなと思っていた場所がここからそんなに遠くないところにあるので、そちらへ行ってみることにします。国道241号線に入りました。右手がね水力発電所、かっこいいですね。発電所好きなんですよね。かぶじいさん変なもんが好きなんですよね。ここは織部村の長い上り坂ですね。もうちんたら走りなんで途半車線行きます。はい、いよいよね目指す場所が近づいてきました。見渡す限りのね平原っていう感じですよね。雄大です。心なしか雲がだいぶ重たくね垂れ込めてきましたね。ちょっと心配ですね。雨は勘弁してほしいです。予報ではね曇りのままです。腰も辛いんで帯広まで行ってホテルに泊まろうかとも思ったんですが、もうちょっとね走るのしんどくなったんで、この上士幌、これ日本で最初に熱気球のフェスティバル開かれたとこですね。ここのキャンプ場に泊まることにします。はい、こちら上士幌航空公園キャンプ場入り口ですね。すごい広大なキャンプ場です。坂下った先に、はい、受付ありますんで、ここでね500円払います。バルーンフェスティバルやハイシーズンはねもうテントで埋め尽くされるっていうからすごいですよね。今はもう閑散としてます。荷物を下ろして、テントサイトまで運びますね。本日の走行距離は154キロでした。
テント設営も試練のカブじいさん。ここはこういうテーブルがあるんでね、今みたいに腰が痛い身にはね、このテーブルありがたいですね。日の出の方向、それから地面の平坦さ、そしてくぼ地でないところなんかを見極めてテントを張ります。今ね、腰が痛いもんでかがむことができなくてね、結構辛いんですね。普段であれば何でもない姿勢を低くしてやる作業がもうどれもこれも腰が辛くてですね、しんどいでしたね。腰が健全だということのありがたみが今になってわかります。こうやって見てみますとね、テントサイトでテントを立てて寝床を作るまでの作業全部かがんでやる作業なんですよね。分かっちゃいたんですけどね。いやー、これはやっぱどれもこれも今腰が痛い身にはしんどい状態です。やっぱり帯広まで行ってホテル泊にすればよかったかななんてね考えながら、もう後の祭りなんでね、空見上げますとね、雲が立ち込めてきていてちょっと心配です。これからね、温泉ランド行ってね、旅の疲れと腰をちょっと癒して、それから美味しいもん食べようと思います。温泉と美味しい飯だ、かぶじいさん。はい、この温泉ランド使ってね、それからここの受付でね、美味しいお料理屋さんを教えてもらって、これからお食事どころへ向かうところですね。実はこの時キャンプ場で知り合ったライダーさん、他のお二人とこのお風呂で一緒になってね、いろいろ旅の話で盛り上がりました。そのうちのお一人は青森から大きなバイクで来てらっしゃる私と同い年の方で、夕飯はコンビニで弁当買ってテントで食べちゃいますって言ってました。でもうお一人はモンキーで関西から来てらっしゃる方で、その人は材料を仕入れてテントサイトで焚き火して食べるって言ってました。で、私はバイクこかしてね、腰痛めて気持ちがちょっとねしょげてるんで、お風呂屋さんで教えてもらったこのお食事どころなごみでね、まずケーキ漬けにギンギンに冷えてるこの大生じゃなくてノンアルの大ジョッキをいただいて、油断していて転んだ自分にカツを入れる意味でもね、このお店で評判の大盛りのカツ丼を食べましたよ。柔らかい豚肉にサクサクのカツ、美味しいですね。普段の私でしたらね、こんな大盛り食べないんですけどね。カツにかぶつくかぶじいさんってか、大将とね話しながらね、むしゃむしゃ食べてたらなんかね元気出てきましたよ。しっかり食べるって大事なことですね。カツ食べたらね気分が上がりましたね。カツなだけにね。夜の上士幌町ですね、人気がないですね。なんかここでね突然鹿が出てくるんじゃないかと思うとね怖いですね。ゆっくり慎重に走ってます。カツで活力アップのカツじいさん。はい、キャンプ場に戻ってきました。テントじゃなくて、脇にある例のベンチのところでね座って、まずはこのベープマットを使えるランタン、初日ねバッテリー切れてたやつですね。今日はちゃんと作動できるんでこれを使ってみますね。テーブルの上に置きましてと、それから明かりですね。次はねろうそくのミニランタンに火を灯してと、これもテーブルのね脇にセッティングします。去年まではオイル化したこのキャンドルランタン使ってたんですけど、今年は本当のキャンドルランタンにしました。なんでかっていうとね、オイルが輸送中に漏れちゃうんですよね。で、中がべちょべちょになるんでキャンドルにしました。で、お酒はこの香り立つ柚子ハイボール、これをね楽しもうと思います。はい、ではいただきますね。乾杯。うまいです。柚子がほんとね香り立つ感じで美味しいですね。でね、ポテチを食べますね。コンソメパンチかな、これはね。
美味しいですよね。これ鉄板ですよね。今日振り返りますとね、本当自分の不注意というか、あんなカメラをねいじりながら、道のねコンディションが悪いところを走っててね、もう転倒するなんてもう目に見えてますよね。ああいう不注意な運転をしちゃダメだなって思いました。あともう一つね怖いなって思ったのは、一人でああいうとこ走ってて、例えば私がもう身動き取れない状況になってたらどうしてたのかなと。スマホがあるので電話はかけられますけど、自分がどこにいるかを相手に説明できないですよね。土地勘もないですし、あんな幹線から外れたところね GPS でどこにいるっていうのは見れますけど、それじゃやっぱりね困りますよね。だから裏道を走るのはね考えものだなってちょっと反省しました。あそこで身動き取れなくなってね、それこそクマなんか出てきた日にはもう終わり、一巻の終わりですからね。そう思うとねもう背中がゾクゾクしますね。今日はねほんと自分の不注意な行動でね悲惨な結果を招いてしまいました。今日以降ねちょっと注意して走ろうと思いますね。腰痛で済んだだけでまだ良かった方ですね。はい、テントに入りました。もう犯してしまったね失敗はもう悔やんでもどうしようもないんでね、今後のねプラスになるように反省して行動しようと思います。はい、今日はねこれでおやすみなさい。また明日。この腰の痛み、ただの腰痛ではなかったのだが、それをカブじいさんが知るのはずーっと先のことでした。今回の動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いします。毎週土曜日ぜひぜひ見に来てくださいね。Don't miss it!